皆さんはファシリティドッグと呼ばれるワンコをご存知でしょうか。医療スタッフの一員として病院で働くワンコのことで、特に病気と闘う子どもたちやその家族に寄り添いサポートを行っています。日本では2010年に初めて導入され、現在は国内で4頭のファシリティドッグが活躍。今回はその中の1頭が主人公です。訪れたのは東京都立小児総合医療センター。この病院で働くのがファシリティドッグのアイビー、7歳のラブラドールレトリーバーです。そしてこちらはハンドラーの大橋真由子さん。アイビーと共に暮らす飼い主であり、仕事ではペアを組むパートナーです。大橋さんは看護師として16年の臨床経験を持ち、2019年からアイビーと共にこの病院で働いています。その仕事内容が、一つの病院に、常勤として勤務して、患者さんの治療とか検査に付き添って、その時の気持ちを和らげたりっていうのをやっています。今ここで一番多いのは鎮静って言って、軽い麻酔をかけてお部屋で処置をするんですけれども、その時に麻酔は痛みはないんですけど、寝る瞬間がやっぱり怖いっていうのがあるみたいで、子供ってベッドで待ってるんですけど、何時に処置があるっていうのだけ言われてて、先生の足音とか看護師さんがガラガラを持ってくる音とか、もうとにかくそれに気を張ってて、来たかな来たかなっていう時にアイビーはベッドに一緒に乗ってアイビーと遊んでる間にその時間が過ぎるっていうのはすごくいい時間だなと思ってます。他にも手術室に入るまでの移動に付き添ったり、一緒に検査室に行ったりと、お仕事は様々です。日本では同じく病気の方に寄り添うワンコとしてセラピードッグが知られていますが、セラピードッグの飼い主はボランティアの方が多く、犬の育成は一般的なしつけや一定の基準をクリアするなどにとどまります。一方、ファシリティドッグはハンドラーが医療資格を持ち、かつ臨床経験があることが必須。犬の育成も幼い頃から始まり、病院での仕事に特化した専門的なトレーニングを受けます。そのため治療の最前線にも立ち会うことができるのです。だいたい1日に、3回訪問に回る感じで、1回1時間働いて、その後同じぐらいの休憩時間を必ず入れて、平日は毎日やってます。そんなアイビーのお仕事を見せてもらうことに。病室に入る前には感染症などの媒介を防ぐため、必ず体を拭いて清潔な状態を保ちます。そして2人がまずやってきたのは、お邪魔します。ゆあちゃんとこに行きたい。あぎみけ4歳のゆあちゃんのお部屋。病気の影響で目が見えません。せーの、レディージャンプダウン。ベッドに入れた。ピッダウン。ゆあちゃん消毒お願いします。よおい、よーいダウン。ありダウン。あ、早い。アイビーがベッドに乗ると、すぐにゆあちゃんがポケットを探ります。あ、なんだそれ。エビ。何のエビ？お寿司のエビ。寿司のエビ見つけた。出た？続いて出てきたのは、タッチすると音の出るボタン。すると、エビタッチ。食べてます。エビタッチ。はい、上手。
ゆあちゃんの合図でアイビーがボタンを押しおやつをあげる遊び。ゆあちゃんはこうやってアイビーと一緒に遊ぶのが大好きなんです。続いて訪れたのは疲れた？中学生のゆうちゃんのお部屋。到着するとアイビーはすぐにベッドに上がり寄り添います。そして大橋さんとゆうちゃんはおしゃべりタイム。話題は先日一時帰宅した際にお買い物に行った話です。洋服買いに行った。あ、いいじゃん。やったじゃん、ゆうちゃん。自分で買いに行くのなんて久しぶりじゃない？大丈夫？慣れてない？ね、いつぶりよってどんなの買ったの？なるほど。ゆうちゃんも大人用じゃない？微妙？大人用のうん S じゃなくて、うん M か L。うんうんうん。なでながらお話しして私とアイビーの癒しの場になってるんで、ここね、なんかすごい落ち着いちゃってるもうね、いつも安定でこの格好なんで。触れ合うお子さんの年齢や状況によって接し方を変えるのもアイビーの才能です。さらにこちらは5歳になるゆまちゃん。1歳の時に入院し、アイビーとの付き合いは3年以上になります。病院にワンちゃんがいるっていうのは最初びっくりしませんか？びっくりしました。すごいびっくりでした。そうですね。そうでも犬が大好きだから、ワンちゃん大好きだったからね。今回本当に1歳9ヶ月ぐらいで入院して、もうずっと泣いてたんです。誰が入っても泣いてたんですけど、でもアイビーが来る時だけ静かになったから、すごい助けられましたね。そうとか言ってる。そうそうだっけねアイビーの時だけ本当に泣き止むから。アイビーはお子さんたちはもちろん、親御さんたちにとっても心強い存在になっています。2017年にアメリカで生まれ、幼い頃からファシリティドッグの育成施設でトレーニングを積んできたアイビー。2018年に来日し、以来大橋さんと共にこの病院で働いてきました。当初は病院に犬がいるということに、患者さんはもちろん先生方も驚くことが多かったそうです。スタッフの方がびっくりしてたのは確かですね。で、物珍しげに寄ってくるのもスタッフの方でしたけども、もう今はすっかり普通になりましたね。医療者もご家族もどうしても子どもたちが嫌がってもやんなきゃいけないことはやってもらうっていう立場なので、子どもたちにとって嫌なことはするんですね。でも、ファシリティドッグは、絶対嫌なことはしないので、そういう意味では完全な味方として入ってもらうのはありがたいなと思ってます。子どもたちがアイビーをモフモフして触りながら、なんか癒されるって言いながら頑張ってくれるので、そういったところで自分としてもアイビーがいてよかったっていうふうにいつも感じています。今では病院になくてはならない存在となったアイビー。これまでに400名近くの子どもたちと関わり、笑顔と勇気を届けてきました。そんなアイビーに励まされた一人が11歳になるメイちゃんです。10ヶ月の入院を経て、昨年8月に無事退院しました。最初の頃は結構強いお薬だったからしんどかったんですけど、そういう時いつもアイビーが来てくれるんで、いつもこう添い寝してくれたり、お腹に乗ってくれたりしてね。お腹痛い時とか一緒だった。お腹痛い時どういうふうに一緒にいてくれたの？アイビーは背中合わせてくれたりとか、お腹に乗ってくれたりとか、ちょっと温めてくれたりとか、そうするとちょっとなんか落ち着いたり、
入院中の写真とか見ても本当アイビーとメイの写真がすごく多くて、どれだけ助かったかなっていうふうに思います。はい。どんな存在アイビーってメイちゃんにとって？命命ってどういうことかな？アイビーがいるから学校も頑張れるし、アイビーが仕事してなかったら学校休んでる。すごいね。そんなに力をくれる存在なの？力をくれる。お家でワンちゃん飼いたいなとかある？飼い飼いたい。たい。アイビー飼いたい。アイビーよね。犬も飼いたいけどアイビーが飼いたい。入院生活の中で深い絆で結ばれた2人。今でもアイビーの存在はメイちゃんの励ましになっています。アイビーがいるから学校にも行ける。はい。おっしゃってましたけど、それ聞いていかがですか？すっごい嬉しいセリフですね。一番言ってもらいたいことなので、子供にとって何かのパワーになってるといいなっていつも思いながら働いているので、もうあんなに素敵なセリフが聞けるなんて本当にありがたいです。なんでしょう、治療中ってやっぱり辛いことばっかり、来る日も辛いこと、頑張っても終わらないっていう中で、アイビーが来ると楽しいっていうその時間が持てるのがやっぱりいいなって思ってます。元気と勇気を届けるために、アイビーは今日も子どもたちのもとへと向かいます。犬時間 YouTube チャンネル、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。